海外就活で行き詰まりを感じる瞬間は、自分が求人応募した企業から不採用の通知が来た時ではありません。これだけは譲れないと思っていた条件を現実に直面して見直さなければならなくなった時です。就活の軸は本来あなたの進むべき方向性を示し、指針の脱線からあなたを守るためのものですが、海外就活ではその軸が時にあなた自身の選択肢を狭めてしまうことがあります。なぜそんなことが起きるのか、そしてどうすれば軸を持ったまま折れずに海外就活を続けられるのか。今回は海外就活の軸とは何か、妥協できない軸が多いと起きる問題、問題への向き合い方、そして私のイギリス就活中の実体験をお話しします。こんにちは、HIRITOです。日本で Web のプロジェクトマネージャーとして仕事をした後、現在はイギリスでデジタル系コンテンツのプロジェクトマネージャーとして現地企業で働いています。英語コミュニケーションと海外や外資系キャリアを目指す方々へのレジュメや面談対策のコーチングもしています。このチャンネルでは皆さんが海外移住や海外キャリアに対して漠然と抱えている不安やわからないことについて、私の実体験や人からの学びを言語化して深掘り、海外移住や海外キャリアとはどんなものなのか、どのような考え方が必要なのかを皆さん自身が実感を持った上で向き合える手助けになれるような情報を発信していきます。動画の前半を日本語、後半を同じ内容の英語版をリピートするという構成にしています。まず日本語で内容を理解した上で、後半を英語というツールを鍛える時間としても活用いただけると嬉しいです。あなたにとって必要な情報だと感じたら、ぜひいいねとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。では参りましょう。まず、海外就活の軸とは何でしょうか。それは、あなたが海外キャリアを達成するために、日々求人への応募やコネクション構築に奔走する中で、妥協できないと考える要素のことです。あなたの進むべき方向性を示し、日々就活にかける努力が間違った方向にブレていないかを意識的に付き合わせ修正するために欠かせない材料でもあります。例えば、私がイギリスでの就活で掲げていた軸はこのようなものでした。国に長期滞在、就労ビザ取得か。長期の海外キャリア、海外移住を目指すのなら、就労ビザをスポンサーしてくれる可能性がある企業に絞り込むことが必須になります。私はそもそも長期移住を考えて投影したので、当然最も優先すべき軸でした。基準以上の給与。少なくともポンドから日本円に換算した際に日本円ベースで直近の日本のキャリアより年収を下げない。理想的には1ポンドイコール100円換算で0を2つつけた状態で考えたときに直近の日本でのキャリアより年収を下げないことを目標軸として掲げました。業種・職種が過去の選考キャリアに関連。私は日本での過去キャリアにおいてアプリ開発とウェブ制作のプロジェクトマネジメント、アプリデザイン、ウェブ広告営業を経験していたので、いずれかに関連する職種に絞り込んで応募するつもりでした。業務内容。スタートアップのように一人があらゆる業務を横断的に掛け持つ環境ではなく、ある程度業務責任が整備されたポジションを目指しました。適切な役職、キャリアレベル。日本での過去のプロジェクトマネジメントのキャリアにおいて、部下が3名いるポジションまでを経験していたので、これに等しい、もしくはこれより少し責任範囲が広いキャリアレベルを目標としていました。勤務地。求人の母数と平均給与レンジの観点から、ロンドン一択に絞り込もうと考えていました。会社規模。就労ビザの取得、業務内容にも関連しますが、数十人規模以上で各ポジションの責任範囲が明確に分かれているレベルの規模の企業に絞り込む予定でした。英語中心のポジション。せっかく海外でキャリアを目指すのに日本語の環境に身を置くことを優先したくないという考えでいたので、あくまで英語のみで業務を行う現地企業を狙う予定でした。リモートワークか。ロンドンでは予期せず交通機関が止まったり、ダイヤが乱れるなどのアクシデントは日常茶飯事であり、かつ距離によっては日本より交通費が高いケースが多いため、出社不要な業務内容でリモートワークができる求人を優先したいと考えていました。これらはあくまで私自身が整理したものであり、海外就活をする人各々が独自の軸を持っているべきです。まだご自身の海外就活の軸を整理できていないという方は、この動画を機に紙に書き出してみてください。私が挙げたものをベースに要素を削ったり加えたりするのもいいと思います。さて、ここで2つの大きな問題があります。1つ目に、海外就活の軸はその数が多ければ多いほど、そのこだわりが強ければ強いほど、あなたが応募できる求人数が少なくなります。誤解のないように先に言っておくと、海外就活の軸を整理して明確にすること自体は絶対に必要なプロセスです。しかし、海外就活では、あなたの時間とお金は限られています。
日本人が日本国内で就活するのであれば、妥協できない軸を折るくらいなら、もう少し今いる会社で経験に磨きをかけつつ、理想的な求人が見つかるまで並行して転職活動に時間をかけるという動き方が当然成立しますし、現実的です。しかし、海外就活では、ビザのタイムリミットと資金枯渇という経済面のリミットが待ち受けています。その上、パート1の動画でも触れたように、ローカル人材を差し置いてあなたを採用してくれる求人を見つける必要があるため、応募する求人数は多くすべきです。そんな状況下で妥協できない軸をたくさん持っていたらどうでしょうか。応募する求人数が少ないまま、ビザの期限はどんどん短くなっていき、居住費と生活費で貯金が減っていきます。理想の条件を守り続けること自体がリスクになるわけです。特に日本で一貫性のあるキャリア経験を積んだ後に海外就活をする場合、妥協できない軸は多くなりがちです。シンプルにせっかくここまで積み上げてきたものを諦めたくないと思ってしまうからです。当然ですよね。ここに2つ目の問題があります。妥協できないと考えていた軸を海外就活中に自分で折る作業は精神的に大きな苦痛を伴うということです。妥協できないと考えていた軸を次から次へと諦めることになると、次第にここまでして海外キャリアを達成することは果たして自分の人生にとってプラスになるのか。当初定めていた軸の多くを妥協せざるを得ない求人から仮にオファーが出たとして、果たして自分は満足するのだろうかと思い始めます。これらを自問自答しながら、外国で終わりの見えない就活に挑み続けるご自身を想像してみてください。精神的に負担が非常に大きいことは明らかでしょう。だからこそ、絶対に妥協できない軸を折ることのないよう、自身がまずしっかりとキャリア経験を積んだ上で、海外の市場においても魅力的な人材に見られるように準備してから海外キャリアを目指す方が現実的であるという内容をお話ししているのがパート1。変えられないものに意識を向けず、変えられるものに集中すべきであるとお伝えしているのがパート2の動画です。まだ見ていないという方は、ぜひ合わせて見てみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。では、海外キャリアを考える際に、これらの問題にどう向き合っていけばいいのか。あらかじめ、絶対に妥協できない軸の数を最小限に絞り込み、それ以外の軸をすべて妥協できるものとして考えておくことが必要です。つまり言い換えると、この軸が達成できないくらいなら、日本に留まってキャリアを継続する方がマシだと判断するレベルの軸のみを必須の軸として残し、それ以外の軸を達成できればベターだが、達成できなくともその国でキャリアを築くこと自体のメリットが上回るので妥協できると心に決めておくということです。これは私自身がイギリスでの就活経験を振り返り、今自分が再度就活をするのであればこうすると思える一つの答えです。この心の準備をしているかどうかで、海外就活中の精神的な負担度合いは大きく変わります。海外就活で成功するために必要なのは軸を増やすことではありません。減らす勇気です。ではここから私自身のイギリスでの就活の実体験をもとに、絶対に妥協できない軸の数を最小限に絞り込むことの重要性について深掘りします。イギリス就活初期。先にお伝えした通り、私がイギリスで就活を始めた当初、9つの条件を軸として設定していました。国に長期滞在、就労ビザ取得か、基準以上の給与、業種職種が過去の選考キャリアに関連、業務内容、適切な役職キャリアレベル、勤務地、会社規模、英語中心のポジション、リモートワークか。私は日本国内であらかじめ、特にプロジェクトマネージャーとしてある程度の経験と実績を積んだと考えていたため、プロジェクトマネージャー系のポジションであればそこまで苦戦せずとも同業種の海外キャリアを達成できるだろうと高をくくっていました。なのでこれら9つの軸を妥協する必要のない必須軸として設定しました。その結果どうなったか。求人に応募しても落ち続けたのでしょうか。違います。必須の軸が多すぎて、そもそも全てに当てはまる求人が少ないのです。リンクドインなどの求人サイトに掲載されている求人数が少なかったのでしょうか。違います。自身の軸でフィルタリングした結果、該当しない求人に応募する気になれなかったのです。この時点で私が一つ目の問題点に陥っているのがお分かりかと思います。海外就活の軸はその数が多ければ多いほど、そのこだわりが強ければ強いほど応募できる求人数が少なくなります。放映後2ヶ月間で応募できたポジションはわずか10社。いずれかからスムーズにオファーが出れば話はシンプルでしたが、そう甘くいかず、10件すべてから不採用通知、もしくは音沙汰なしという結果でした。正直に言うと、日本国内で就活をしていたなら、今振り返ってもこれらの就活軸に疑問を抱くことはなかったと思います。すべての条件に当てはまる求人が掲載されるまで、長期的に転職を狙う戦略にマインドを切り替えていたはずです。しかし、海外就活は事情が異なる。すでに投影してから2ヶ月が経過しています。ビザと資金枯渇のタイムリミットがまだ足音は聞こえずとも向こうの方から迫ってくるのが見えました。初期求人応募数10、書類通過0、最終面接0、オファー0。
イギリス就活中期。この時点で気づき始めます。必須の軸が多すぎる。いくつか妥協しなければ。ここで2つ目の問題に直面することになります。妥協できないと考えていた軸を海外就活中に自分で折る作業は精神的に大きな苦痛を伴います。いくつか妥協したとしても、まだイギリスでのキャリア達成という目標が叶う方により人生的な価値を感じるはずだと思い、また何より現状を打破するためには自分の考えを変えるしかないと思い、軸を折る方向に舵を切り始めます。業務内容。私は日本でスタートアップ企業を経験したことがありました。一人があらゆる業務を横断的に掛け持つ文化があり、業績や環境も不安定で、イギリスでもう一度この環境に戻ることを避けたかったのですが、仮に戻ったとしてもやりきれるはずだと思い、必須軸から除外しました。会社規模。芋づる式にこれも妥協するしかありません。会社規模が大きいほど就労ビザをスポンサーしてもらえる可能性も高くなるはずですが、小さい会社でも可能性はあるはずです。必須軸から除外しました。リモートワークか。完全出社の企業であっても、この際わがままを言っていられる立場ではありません。必須軸から除外しました。残したのは、国に長期滞在就労ビザ取得か、基準以上の給与、業種職種が過去の選考キャリアに関連、適切な役職、キャリアレベル、勤務地、英語中心のポジションの6軸。この条件で就活を再開し、2ヶ月で新しく43件応募しました。そのうち1件、6つの条件に合うプロジェクトマネージメントのポジションから書類通過の連絡があり、面接フェーズに進みます。無事、1次、2次面接を通過。そして最終面接で、競合の応募者に負けて落ちました。これで可能性のあった1件がなくなり、振り出しに戻ります。渡英から4ヶ月が経過していました。ビザと資金枯渇のタイムリミットの足音がしっかりと聞こえ始めます。このタイミングで今振り返るととても重要なことが起きていました。最終的に私がオファーをもらい、入社することになる企業のプロジェクトマネジメントの求人を一度確認します。1年間のコントラクトワーカーであり、長期雇用が達成できなさそうであること、プロジェクトマネージャーポジションではあるものの、私が日本で経験したウェブ系の業界ではないこと、日本語を使うポジションであること、という理由から軸138に抵触すると考え、私はこの時応募ボタンを押しませんでした。中期求人応募数43、書類通過1、最終面接1、オファー0。イギリス就活後期。この時点で私が海外就活資金として用意していた貯蓄の7割はイギリスの居住費と生活費ですでに消えていました。このままイギリスで就活を続けるのか、諦めて日本に帰国してキャリアパスを再設計するのか、大きな決断に迫られました。私が最終的に出した答えは、貯蓄がゼロになるまで海外キャリアに挑戦するでした。今振り返ると完全に意地になっていたと思います。私にとって海外キャリアを達成するということ自体が非常に強いこだわりになっていました。とはいえ、ビザのリミットより先に資金がショートしそうな段階です。また、残りのビザ期間が少なくなればなるほど、企業側からすれば、就労ビザをサポートするか否かを見極めるための期間が短くなるリスクを抱えるため、採用される可能性が低くなっていきます。もってあと2、3ヶ月で強制的にゲームオーバーでした。背に腹は変えられる思いで、さらにドラスティックな軸を折る決断をします。国に長期滞在、就労ビザ取得か、この軸だけを残し、他すべての条件を妥協することに決めます。そしてこのタイミングで、今まで英語中心のポジションにこだわり、考慮に入れていなかった求人にも応募するため、新しく一つだけ軸を追加します。10、日本語が強みになるポジション。パート2の動画で触れたように、ジョブタイトルにジャパニーズスピーキングと表記されている日本語でコミュニケーションできることが強みになるポジションの求人にも積極的に応募する方針に舵を切り直します。イギリスのローカル人材にとって採用されるハードルが非常に高いため、企業側からしても日本人を採用する理由を正当化しやすいため、相対的に勝率を上げることができるからです。この2つの軸だけを抱えて、再度求人応募のラストスパートをかけ、2ヶ月間でさらに40件応募しました。その結果、4社から書類通過連絡を受け、面接フローに乗りました。そのうち3件はジャパニーズスピーキングの求人でした。そしてそのうち2件で最終面接まで進み、1件落ちて最後の1件のオファーを勝ち取りました。後期求人応募数40、書類通過4、最終面接2、オファー1。そしてこの1件こそが中期で一度求人を確認したものの応募しない判断をしていたポジションだったのです。1年間のコントラクトポジションではあったものの、プロジェクトマネジメント職種であり、ある程度自身の過去キャリアと親和性がありそうだったこと、そして何より日本語が強みになる軸の優先度を追加したことにより応募に踏み切りました。
入社後に直属のマネージャーから聞いた後日談によると、ある程度選考を進んだ候補者の人数が集まったため、私が応募したその日に求人の掲載を締め切ろうとしていたようでした。まさに閉まるゲートへの滑り込みです。すでに採用が決まりかけていた候補者と比較して、私のキャリア経験と英語と日本語のスキルにより高い親和性を見出していただけ、オファーが出る形となりました。結果、都営から海外キャリアの達成までに6ヶ月の時間と日本円で300万円ほどの貯金を消費しました。入社後にパフォーマンスが評価され、コントラクトからフルタイムに切り替わった後、無事に長期の就労ビザを獲得できたので、最も妥協できなかった軸であるイギリスでの長期滞在を達成しました。給与レンジは入社時に妥協する必要がありましたが、毎年パフォーマンスを適切にレビューして反映してくれると感じているので、現在は就活初期に掲げていた軸のほとんどを達成できています。今回は、海外就活の軸とは何か、妥協できない軸が多いと起きる問題、問題への向き合い方、そして私のイギリス就活中の実体験をお話ししました。今振り返ってイギリス就活に挑戦しようとしている自分にアドバイスできるとするならば、就活初期の段階から絶対に妥協できない軸の数を最小限に絞り込み、それ以外の軸を全て妥協できるものとして整理し直し、求人応募数を増やして選考フローに進む確率を上げるべきだと伝えます。そうすればもっと早い段階でオファーを獲得でき、経済的な負担を減らせていたかもしれないし、複数のオファーを比較してより魅力的な条件を選ぶことができたかもしれないからです。一度妥協しないと決めた軸を後から折る作業は精神的な苦痛を伴います。海外キャリアの挑戦という自身の置かれた状況を理解した上で、少しでも妥協の余地がある軸をあらかじめ必須軸から落としておくことで、結果的に勝率を上げることができます。あなたが海外キャリアに挑戦すると決めたなら、まずはあなた自身の軸を言語化した上で、それらの軸が絶対条件なのか、妥協の余地がある条件なのかを必ず再整理してください。私がイギリスで知り合った現地でのフルタイム就職を目指している方々と話す中でよく耳にするケースがあります。曲げられない軸が複数あり、それゆえイギリスでの就活で応募したいと思う求人数が少ない、もしくは応募してもなかなかオファー獲得まで進まず、バックアッププランとして日本国内の求人にも並行して応募することにした。すると就活軸を一つも曲げていないにもかかわらず、日本企業からは複数のオファーが出た。自分の軸に全て当てはまる仕事のため魅力を感じる。この際、ここまで頑張ってきたイギリスでの就活を諦めて日本で就職するオプションを考え始めているが、イギリスで海外キャリアを達成するという軸と競合し、自己矛盾を起こしてしまっている。どうでしょうか？ここまで動画を見てくださっていれば、全然起きる話だと思いませんか？私自身はイギリス就活中に日本国内の企業に応募することは結果的にありませんでしたが、状況次第では十分にあり得た話です。では、この状況で日本での就職を選択することは、海外キャリア達成の目標に対して負けを認めることを意味するのでしょうか？いいえ、私はそうは思いません。むしろ逆です。パート1の動画で、日本でキャリア経験を積んで専門性を高めた後に海外キャリアに挑戦するというオプションは最も現実的なルートの一つであるとお伝えしました。海外キャリアに一度挑戦したものの、結果的に日本でのキャリアを選択した人は、すでに通用しないキャリアレベル感を知っています。であれば、どんな経験やスキルを磨けば通用する人材になれるのかを逆算できるということです。この感覚値を持っているならば、将来のキャリアパスで再度海外キャリアを目指す際に、他の人よりも非常に大きなアドバンテージを持つことになります。経験やスキルを磨くことにフォーカスした後、改めて海外キャリアの軸を再整理するのがいいと思います。この動画の最後に一つだけ、捨てられないものが少ない人ほど大きな変化を受け入れやすくなると私は考えています。Now, let's switch to English. First thing first, what do I mean by criteria in overseas job hunting? They are the factors you consider non-negotiable while you're applying for jobs and building connections every day in order to achieve an overseas career. They also function as a compass. They help you check whether your effort is actually moving you in the right direction or drifting away from what you intended. For example, these were my criteria when I was job hunting in UK. 1. Long-term stay or visa sponsorship. If your goal is a long-term overseas career or migration, you basically have to focus on companies that may sponsor a work visa. I moved to the UK with long-term settlement in mind, so
This was naturally my highest priority. 2. Salary above a certain standard. At minimum, I didn't want my annual income, converted from British pounds to Japanese yen, to drop compared to my salary back in Japan. Ideally, I set a simple benchmark. I used 1 pound equals 100 yen as a rough conversion and wanted to avoid earning less than my previous income in Japan. 3. Industry or role related to my background. In Japan, I had experience in project management for app development and web production, app design, and web advertising sales. So I planned to apply only to roles related to at least one of those areas. 4. Job scope and responsibilities. I wanted to avoid the typical startup environment where one person wears many hats across unrelated tasks. Ideally, I wanted roles with a more structured scope and clear responsibilities. 5. Appropriate title or career level. In Japan, I had reached to a project management role where I managed 3 direct reports. So my target was a career level equivalent to that or slightly higher in responsibility. 6. Location. From the perspective of job opportunity volume and average salary range, I planned to focus only in London. 7. Company size. This relates to visa sponsorship and job structure as well. I wanted companies large enough, at least several dozen employees, where responsibilities are clearly defined across roles. 8. English first environment. I didn't want to move abroad only to work in a Japanese-speaking environment, so I aimed specifically for local companies where the communication is done in English. 9. Remote work. In London, transport disruptions are common, and many cases commuting costs can be higher than in Japan, so I preferred roles where remote work was possible. Of course, these were my personal criteria. Everyone pursuing an overseas career should have their own. If you haven't organized yours yet, use this video as a chance to write them down on paper. You can start from my list and remove and add elements based on your situation. Now, there are 2 major problems. First, the more criteria you treat as non-negotiable and the stricter you are, the fewer job openings you can realistically apply to. To be clear, defining your criteria is absolutely necessary, but in overseas job hunting, your time and money are limited. If you are job hunting in Japan as a Japanese person and you refuse to compromise, that's fine. You can continue gaining experience at your current job while searching slowly until the ideal opportunities appears on the horizon. But overseas job hunting is different. You're facing a visa time limit, a financial time limit, your savings decreasing every month, and as I mentioned in part 1 video, you must find a company willing to hire you over local candidates. So you usually want to apply to as many jobs as possible. Now imagine you hold too many strict non-negotiables. You apply to fewer positions while your visa deadline gets closer and your savings keep shrinking. In other words, protecting your ideal conditions can become a risk. And if you build a consistent career in Japan before moving abroad, you're especially likely to have many non-negotiables because it's natural to think that I don't want to throw away everything I built. The second problem is this. The act of breaking your own non-negotiables during overseas job hunting creates serious psychological stress. When you start giving up criteria one by one, you begin asking yourself, is achieving an overseas career really worth this? If I get an offer after compromising so much, will I actually be happy? Now imagine continuing an endless job search in a foreign country while constantly asking yourself those questions. The mental burden is obviously huge. That's why in part 1 video I emphasize building a solid career first, so you don't have to break your truly non-negotiable criteria later. And part 2 video emphasized focus on what you can control rather than obsessing over what you can't. If you haven't watched those videos yet, please do.
I'll put the links in the description. So, how do we deal with these problems? The key is to minimize the number of criteria that are truly non-negotiable and mentally prepared to treat everything else as negotiable. In other words, only keep the criteria that are so important that you would rather stay in Japan than accept a job overseas without them. And for everything else, decide in advance. It will be better if I can achieve it. But even if I can't, the value of building an overseas career still overweights it, so I can compromise. This is the answer I arrived at when I looked back on my UK job hunting experience. Whether you prepare for this mindset or not makes a huge difference in the mental pressure you feel during overseas job hunting. To succeed in overseas job hunting, what you need is not more criteria. It's the courage to protect fewer. Now, let me break this down using my real experience in the UK. UK job hunting, early stage. As I said earlier, at the start, I treated all 9 criteria as non-negotiable. Long-term stay or visa sponsorship, salary standard, industry or role relevance, job scope, title or career level, location, company size, English first environment, and remote work. Because I had built what I believed was solid project management experience in Japan, I assumed that if I applied for project management roles, I could achieve an overseas career without too much difficulty. So I made all 9 criteria mandatory. So what happened? Did I apply again and again and get rejected again and again? Not exactly. The bigger problem was there were very few jobs I could even apply for. Was it because there weren't many jobs on LinkedIn? No. It was because once I filtered by my criteria, I didn't feel willing to apply to jobs that didn't match. This is exactly what problem number 1 looks like. Over 2 months after arriving to the UK, I had applied to only 10 positions, and the result was harsh. All 10 were either rejected or I heard nothing back. Honestly, if I had been job hunting in Japan, I didn't think I would have questioned these criteria at all. I would have simply waited and searched longer until the perfect role appeared. But overseas job hunting is different. 2 months had already passed since I arrived. Even if I couldn't hear the footsteps yet, I could see the visa and financial deadlines approaching in the distance. Early stage results. Applications 10. CV screen passed 0. Final interviews 0. Offers 0. UK job hunting. Middle stage. At this point, I started to realize my non-negotiables are too many. I need to compromise. And this is where problem number 2 hits. Breaking your own non-negotiable is mentally painful. Still, I believe that even if I compromise a few things, achieving a career in the UK would still feel more valuable in my life. And more importantly, I realized that only way to change my situation was to change my approach. So I removed 3 criteria. Job scope. I had worked at the startup in Japan before. I knew the stress of doing everything, unstable business conditions, and unclear structure. I wanted to avoid that, but I decided even if I return to that environment, I can survive. So I removed it. Company size. This had to go as well. Large companies may be more likely to sponsor visas, but smaller companies can still do it, so I removed it. Remote work. At this stage, I couldn't afford to be picky, so I removed it too. That left me with 6 criteria. Long-term stay or visa sponsorship, salary, industry or role relevance, title or career level, location, and English first environment. With these 6 criteria, I restarted my job search and applied to 43 new positions in 2 months. One of them passed CV screen. I moved into interviews, passed the first and second rounds, and reached to the final interview. Then I lost to another candidate.
That one opportunity disappeared, and I was back to zero. By then, 4 months has passed since I arrived to the UK, and now I could clearly hear the footsteps of the deadline very closely. And something very important happened looking back. I saw a project management role at the company I would eventually join, but I didn't apply. Why? It was a project management role, but not in the web industry. I had worked in Japan. And it was a Japanese-speaking role which I didn't prefer. So I thought it conflicted with criteria 1, 3, and 8, and didn't click apply. Middle stage results. Applications 43, CV screen passed 1, final interviews 1, offers 0. UK job hunting late stage. By this point, 70% of savings that I had prepared for job hunting abroad was already gone, spent on rent and living costs in the UK. I faced a major decision. Do I keep going in the UK or do I give up and return to Japan to redesign my career? My answer was, I will keep going until my savings reached zero. Looking back, I think it was pure stubbornness. For me, achieving an overseas career itself had become an obsession. But realistically, my money would run out before my visa did. And the shorter my remaining visa time became, the more risk company would feel, because they would have less time to evaluate whether to support visa sponsorship. I probably had 2 or 3 months left before the first game over, so I had to make a drastic decision. I kept only one non-negotiable, long-term stay or visa sponsorship, and decided to compromise on everything else. Then I added one new criterion, just one. 10. Roles where Japanese is a strength. As I mentioned in part 2 video, roles labeled Japanese speaking can be strategically powerful. For local UK candidates, these roles are extremely hard to compete for. So for companies, hiring a Japanese person becomes easier to justify, which can increase your odds. With only these 2 criteria, visa sponsorship and Japanese as a strength, I made a final push and applied to 40 more roles in 2 months. This time, I passed CV screening at 4 companies. 3 of them were Japanese-speaking roles. I reached final interviews at 2 companies, I lost one, and finally, I got one offer. Late-stage results, applications 40, CV screen passed 4, final interviews 2, offers 1. And this offer was from the exact role I had seen earlier but decided not to apply to. It was a 1-year contract, but it was still a project management role with some relevance to my background. And most importantly, once I prioritized Japanese as a strength, I finally chose to apply. Later, my manager told me something. The company was about to close the job posting on the day I applied because they already had enough candidates in the pipeline. I basically slipped in just before the gate closed. Compared to other candidates, they found stronger alignments in my experience and in English and Japanese skills, and that led to the offer. In the end, it took 6 months and roughly 3 million yen in savings to achieve my overseas career in the UK. After joining, my performance was recognized, so I moved from contract to full-time and I successfully obtained a long-term work visa, which was my most important non-negotiable. I did have to compromise on salary at the beginning, but I feel the company reviews and reflects performance properly every year, so today I've achieved most of the criteria I originally had. Today, I talked about what criteria mean in overseas job hunting, the problems that happen when you have too many non-negotiables, how to approach these problems, and my real UK job hunting experience. If I could give advice to my past self right before starting job hunting in the UK, I would say this. From the very beginning, minimize the number of criteria that are truly non-negotiable, and mentally reclassify everything else as negotiable. Then apply to more roles, increase your chance of entering interview pipelines, and raise the probability of getting offers. If I had done that earlier, I might have obtained an offer sooner, reduced my financial burden, and even I had multiple offers to compare. Breaking a non-negotiable later is psychologically painful, but if you understand the reality of overseas job hunting and remove the criteria that have any room for compromise beforehand,
you can increase your odds and protect your mental health. So if you decide to pursue an overseas career, first put your criteria into words, then reclassify them into two groups: absolute requirements and conditions that you can compromise on. There is one pattern I often hear from people I met in the UK, originally from Japan, who are trying to secure full-time roles. They have multiple unbreakable criteria. Because of that, there are very few roles that they truly want to apply to, or they apply but offers don't come. So as a backup plan, they start applying to jobs in Japan as well. Then, without compromising any criteria, they receive multiple offers from Japanese companies. The roles match their criteria perfectly, so they feel genuinely attracted. And now they feel stuck. Choosing Japan conflicts with their original goal of achieving an overseas career in the UK, and they experience deep internal contradiction. Does that sound unrealistic? If you watched this video this far, you probably know it's absolutely possible. I didn't apply to Japanese companies during my UK job hunting, but honestly, this could have happened to me too. So here's the question. If you choose a job in Japan in that situation, does it mean you lost against your overseas career goal? No, I don't think so. In fact, I think it can be the opposite. In part 1 video, I said that one of the realistic route is build experience and skill in Japan first and then challenge overseas job markets. If you challenged overseas job hunting once, then choose Japan as a result, you already learned something extremely valuable. You now understand what level doesn't work. That means you can work backwards and figure out what skills and experience you need to become someone who does work overseas. If you have that sense of reality, you already have a huge advantage over people who haven't tested the market yet. So focus on building skills and experience, and then reorganize your criteria again when you're ready. And one last thought to end this video. The less you try to protect, the easier it becomes to accept big change. On this channel, I share practical insights to help you understand what living overseas and international careers are like, and what kind of mindset you need to face them realistically. If you found this channel insightful or relevant to you, please hit the like button and subscribe to my channel. I will see you in the next video. Thank you so much for watching, and have a great day.